こんちは。4G 批判を受け止める会やっていきます。我々がいつも取り扱っている MH4G ですが、未だ熱量高く遊ばれている作品です。基本的に熱烈な 4G 好きがうちの視聴者には多い。12年経って見てるんだから当たり前だけど。ただね、この作品は過去一クラスで賛否激しい。発売当時は特に色々言われてたよな。そこで10年以上経った今、あえてその意見を掘り起こし、真摯に受け止めてみようと思います。まあ、我々もただの一ユーザーなんで、受け止めて感想を言うだけなんですけど。ちなみに、我々は現役で 4G 遊んでるけど、この作品を全肯定はしてないよ。むしろ色々不満を垂れてることが多い。過去動画見てもらえればわかると思うけど。未だに新鮮に腹立ちますからね。ある意味貴重なゲームですよ。とにかく始めていきましょう。果たしてどんな意見が寄せられていたのか。古代の文献を漁るような感覚だな。じゃ、企画スタート。ではまずユーザーのスコアから見ていこう。星とか点数でゲームを評価するやつね。定量データなので他作品とも比較ができます。こちらですドン。参照サイトは名が通っているところをチョイス。投稿数がある程度ないと意味ない指標なんで。参考までにダブルクロス、ワールド、ライズも乗っけてる。ハードは発売初期のものに限定してるよ。だから前提が少し違う点には注意ね。ダブルクロスは 3DS とスイッチ版を比べて後者のが評価が高い。これ見るとシンプルに一番 4G が低評価ですね。しかも全サイトで。ただ正直思っていたほど低くはなかったです。Amazon で星4もついてるとは。これは発売から時期が経ってるからだろうね。密林レビューなんて一番やばかった覚えがあるし。なお参考までに例のゲーム雑誌の評価では40点中36点とかなりの高評価になっていました。こっちの中身は今回触れるつもりないけど、主に追加要素やボリュームを評価していたね。4の拡張版でなく、一ゲームタイトルとして評価してる感じ。我々の今の印象はこっちのが近いかも。当時の基準では高すぎると言われてたようです。ま、それが自然な反応でしょうね。ということでこれが全体のレビューでした。これらを踏まえて次から詳細に触れます。果たしてどこをどう評価されてるのか、怖いもの見たさは正直あるな。はい、それじゃあ本題ね。主に低評価を下したユーザーたちの声だ。まず一番多かった意見がこちら。一つ目、ゲームバランスが悪い。ま、これは単に言葉が表す範囲が広いだけですが、中身を批判してない批判レビューはありませんでした。この意見の中でもいくつかカテゴリ分けができる。それぞれ紹介していこう。目立つのは難易度問題だね。とにかく高すぎるって意見が多い。極限状態への不満は予想できました。ここは我々、今でもおかしいと思ってますからね。極限は単純に強すぎるってだけでなくて、つまらないと思うレベルになっちゃってる感じです。ゲームバランスはリスクリターンのバランスだからな。極限は相手側にリターンがありすぎておかしくなってる。特に発売初期の当時は、極限の印象は多くの人にとって最悪だったろうね。強敵への挑戦はモチベーションになる一方、やりすぎると一線越えて面倒になっちゃうんですね。この不満は商品展開の形態自体へと波及します。オンライン前提じゃないかという意見です。4K はオンライン完全無料となった。それゆえオン参加のハードルがかなり低い。そのためか、マルチ前提だと言われてしまってるね。実際どこまで想定して開発されたかは知らんが。まあ、口述の DLC 問題もありますから、ある程度は前提で考えられてるでしょうね。さらに、4は初の携帯機メインシリーズです。この辺も色々といらん誤解を招いてそうですよね。わからんでもないよなここは。ソロで 4G 楽しめてる人って基本うまいからね。ここら辺、やはりライト勢がかなり苦しそうだった。旧作モンハンってただでさえ難しいゲームだし。この時代はまだ PSP 作品のノリを引きずってる感じ。4の範囲までならまだワイワイできる余裕ありますけどね。これを見ると最近の作品はかなり考えて調整されてます。初心者には相当優しくなりましたよね。ストーリーと高難度で明確に区切ってる感じはするよね。4G はただの G 級攻略のあの難易度だからよ。現役勢はこの歯応えゆえに残ってるところあるけど、それはごくごく一部の話だったんだな。ということで最初の不満、ゲームバランスの悪さでした。予想はしてましたが、まあ意見が多かったですね。言い返せるようなことは特にないかな。我々も散々苦労したし。それじゃあ次行ってみよう。まだまだ不満コメントはたくさんあるぞ。お次もゲームの中身について、こちらは操作そのものへの不満ですね。ざっくり操作しづらいってまとめになるでしょうか。ハード面とシステム面、どちらも含みます。上に書いたけど、2014年発売ってのもポイントね。3DS は PS 系作品とボタン配置が異なるからな。ハードの変化、そして携帯機初のナンバリング。
これも2014年当時を思い出させる意見たちだ。やはりという価値系、特に段差周りの意見は多く、操作のしづらさと相まって皆さん苦しそうでしたね。さらに一つ前であった通り、4G は高難易度のゲーム、相乗効果で段差や傾斜への悪印象は強まります。我々もそれは 100% 同意だし、今でも印象は変わらんね。なんなら初期マップの遺跡平原が一番ひどい。それに加えて 3DS ならではの操作方法もね、モンハン持ちの経験者はかなり苦労したもんな。モンハン持ちとは PS コン配置の時代のものですね。十字キーが上、スティック下のボタンに適用したもの。これは PS 系以外のハードだと逆のことが多いので、なんならトライ G から経験者は困ってました。一応、画像十字キーでそれらしい操作はできるよ。我々もこれで今までしのいでる。こっちも慣れるまでは大変だからな。ここでも高難易度が重くのしかかるね。操作しづらい上に敵も強い。なるほど確かに、これはライト勢殺しですな。不満はライト勢にとどまらず、ガンナー使いからも不満の声が上がっていました。4K のガンナーはただでさえ冷遇気味だからね。オプションの段階で不便だもんな。その上で攻防ともに厄介な段差も対応が必要で、まあ、通常マップのガンナーは地獄だろうな。我々はほぼ樹海でしか使いませんから、逆に地形的な不満は感じづらいんですよね。生粋のガンナーは攻略中も持つので、苦しい環境だったのだろうと思います。コメントにあるけど、トライ G から肩身狭い思いしてたんだね。確かに通常3と対ラキアの滅流以外の印象ないわ。やっぱり攻略中の印象の悪さが全体に響いてるよな。モンハンらしいっちゃそうだが。近接でやっても難しいですからね。ガンナーは火ダメが特に辛そう。こちらも特に反論はありません。そうだよねって感じです。我々よくこんなゲームの現役勢やってるよな。喉元すぎればってやつだろうか。続いて、ゲームプレイに直接関係ない要素、環境やシステム、商品形態についてだ。4からの追加要素のコメント、これは多かったですね。今の我々の感覚から言うと結構意外でした。一ゲームとして見ればかなりボリュームありますが、ベースは4ですからね。この時代は追加コンテンツでなく新作扱いだしな。完全版商法として否定する意見も多かったよね。そもそもゲームバランスとかに不満が多かったから、売り方にも波及してる感じだな。4G って意外にも完全な新規モンスターは少ないです。なんとセルレとマジオスしかおりません。新マップも砂漠しかありません。これは最近の作品でも変わりませんが。ストーリー攻略で終わらせる人にとっては、G 級大ローデンやって終わりになっちゃうもんな。村上位とか闘技大会とかギルクエとか、その辺はスルーする率も高くなるだろうし。追加種や特殊個体こそ多いものの、水増しと言われればそれまでですもんね。そしてそこにフルプライスが重なります。大型アップデとは違うんですよね。我々はフルプライスでも十分満足して購入してたが、モンハンへの満足度は人それぞれだからね。で、村上位とか含めても、拠点とか施設面でがっかりしたって意見もあったな。拠点や特殊マップの流用は確かに多いですね。歌についてはまあ、おおむね同意かも。ただ、これはゲーム全体の満足度から来てると思います。G 級作品で拠点の追加は基本一つだけなので。それこそセカンド G なんかは拠点の追加自体ないからね。それでも当時は特に不満なかったと思うし。やっぱ根本的な部分での満足度が低いから、半ば荒探しみたいなのが始まっちゃうんだろうな。正直これ、ワイルズ批判にも通じるものがあります。あれちょっと叩かれすぎだと思ってましたから。我々のような廃人はギルクエで勝手に満足しますが、やはりここもライト勢から厳しい評価となっていました。当時ならではの意見って感じよね。ちょっと懐かしい気持ちになったかも。で、ここからは少数意見になるんだけど、やっぱ DLC 限定モンスターへの批判もあったね。いやー、これは我々も当時から不満に思ってましたね。リベクエとエピクエにしかいないモンスターたち。我々の動画でも何度も触れてることですが、上位に普通にいた連中はなぜか DLC 限定です。そのせいで武器強化も亜種、原種の順になるという、よくわからんことになってんだよな。例として、体験のブラックミラブレイドの追加は15年3月。なんと発売5ヶ月後だぜ。生産武器では最強クラスの武器ですが、すでに発掘によって存在感が薄くなってましたね。この問題は、なんなら当時より今のが影響してます。なんせ DLC 自体が新規ダウンロードできませんから。普通の環境では絶対に解決できないからね。胸張って新規にお勧めしづらい理由の一つだ。ゲーム寿命が長いこと自体はありがたい話なんだけど、コンテンツの中身で勝負してほしさはあるよね。供給を渋って価値を釣り上げてるだけですからね。これもワイルズに通じてるような。で、その他、思いって意見もちらほらありました。特にマルチプレイでの処理落ち問題。これは我々も経験してるからわかるな。マルチだと明らかに FPS 落ちるね。逆にソロだとあんまり感じたことないかな。
大型の戦闘でかくつくことあったっけ？プレイ時間が長いから逆に印象薄まってるのかも。モンスがフィールドに登場するとき、確かにカクッとしますね。4K って元々の FPS が高めに動いてるので、より実感しやすいのかもしれません。表現に力が入ってるのは素晴らしいことだけど、諸刃の剣ではあったのかな。ということで以上、批判レビューを見る回でした。10年以上前のコメントばっかで懐かしかったな。大体のサイトは10年前で止まってますが、Amazon などは直近までレビューがついてますね。最近になるほどどんどんレビューは良くなります。道理で星4とか行くわけですね。最近買った人は4も値段も関係ないからね。モンハンシリーズで比較する作品も増えてるし。ただ、当時買った人は厳しい意見が大半だった。我々もそれはリアルタイムに感じてたよ。総じてライト勢に厳しいゲームだったって感じですね。極限の仕様が諸悪の根源な気がしますが。フルプライス批判も言われてたなって。ワールド以降、超大型アップデになったのはいいことですね。環境が良くなるのは大事だよね。中身以前の問題だからな。ただ、中には直近の作品でも言われる要素があったね。この辺は今後どうなるのかな。アップデでボリュームを増やす方法ですね。これは非 G 級作品でよく批判される部分ですが、4や 4G は DLC なしでもかなりやり込めるので、そういう意味では退化してるとも言えます。クロスとかも最初からたくさんやれることあったからな。どうしてもそこと比べちゃうよね。開発的にこれらをどう捉えてるのかは不明だが、そろそろなんとかした方が良さそうよね。実際のところいい悪いは置いといて、ワイルズがあそこまで燃えてしまいましたからね。4G とは遊んでる層の広さが全く違うので、意識せざるを得ないでしょうね。我々としては見守るのみだ。今後もモンハンシリーズには触れるつもりだからな。とりあえず、ワイルズ G 級の続報が次は夏だっけ？ちょっと間空くけど、それを待とう。それまでは旧作でも遊んでるとしましょう。これまでと同じく。ほいじゃ、次の動画で。またね。